1年戦争概論。宇宙世紀79年1月3日から宇宙世紀80年1月1日。1年戦争はジオン公国の地球連邦政府に対する独立戦争として勃発し、宇宙と地球の両方を戦場に繰り広げられた大規模な戦争である。モビルスーツ MS という新たな兵器が戦争の趨勢を大きく変え、人類史上最多の犠牲者を出す結果となった。最終的に連邦軍が勝利し、ジオン公国は崩壊するが、戦争の影響は戦後も長く尾を引くことになる。以後に1年戦争の戦局を詳細に整理する。宇宙世紀79年1月戦争勃発とコロニー落とし。1月3日ジオン公国地球連邦政府に対し独立戦争を宣言。1年戦争が勃発する。ジオンは長年の圧政に対抗し、地球連邦軍への全面攻勢を開始。戦力の大半を宇宙戦闘に集中し、地球への侵攻計画を同時進行させる。1月4日から10日、1週間戦争勃発。ジオン軍コロニー落としを決行。再度124のコロニーに対する毒ガス攻撃が実施され、数千万の民間人が犠牲となる。サイド2のコロニーアイランドイフィッシュが地球へ落下。シドニーに落下予定だったが軌道がずれてインド洋に激突。全世界で環境変動が発生し、農業生産が低下する。1月10日ルーム戦役。地球連邦軍第1、2、3艦隊をサイド5ルーム中域へ展開し、ジオン軍と交戦。ジオン公国軍モビルスーツ部隊を本格投入し、連邦艦隊を壊滅させる。シャーアズナブルが戦艦5隻を沈め、赤い彗星の異名を得る。レビル将軍ジオン軍に捕獲されるが後に脱出する。1月15日レビル将軍脱出後ジオンに兵なしの演説を行い、連邦軍の士気が回復。1月31日南極条約締結。地球連邦政府とジオン公国南極条約を締結する。コロニー落とし毒ガス生物兵器核兵器の使用禁止が規定される。捕虜の人道的待遇に関する協定も含まれる。この時点で人類は総人口の 50% を失った。2月から8月戦線膠着、ジオンの地球支配が確立する。ジオン軍地球侵攻作戦を開始。北米、ヨーロッパ、アフリカ、アジア各地に展開し、地球上の3分の2を制圧。連邦軍は制空制海権を喪失し、ジャブローなど限られた拠点に撤退。この時点での支配領域図を示す。連邦軍の支配領域へをジオン軍の支配領域へか。連邦軍 V 作戦を極秘裏に進行。新型モビルスーツ RX78 ガンダム新鋭戦艦ホワイトベースの試作が進む。ジオン軍のモビルスーツに対抗するためガンダム開発が急がれる。9月ガンダムロールアウトホワイトベース出撃。9月18日サイド7でジオン軍偵察部隊が新型モビルスーツの存在を確認。アムロ・レイがガンダムに登場し戦闘に参加。ホワイトベースサイド7を脱出し地球へ降下。シャア・ズナブルホワイトベースを追撃。10月ジャグロー防衛戦連邦軍の反攻開始。10月6日ホワイトベース連邦軍本部ジャグローに到着。
連邦軍本格的な反攻作戦を開始する。10月下旬、シャア率いるジオン軍ジャゴロー奇襲作戦を実施するも撃退される。11月オデッサ作戦と地球戦線の崩壊。11月7日オデッサ作戦発動。連邦軍ヨーロッパのジオン占領地域オデッサ鉱山基地を攻撃。連邦軍が圧勝し、ジオン軍の地球支配が崩壊。支配領域が大きく塗り替えられる。連邦軍の支配領域へをジオン軍の支配領域へ化。ジオン軍は地球からの撤退を開始。12月宇宙決戦ジオンの崩壊。12月5日ソロモン攻略戦。連邦軍ジオンの宇宙要塞ソロモンを攻撃開始。連邦軍のソーラシステムによって要塞が壊滅。12月24日アバオア空攻略戦。連邦軍ジオン本拠地アバオア空を攻撃。ギレンザビ妹のキシリアザビにより暗殺される。シャア・アズナブルがキシリアを撃ちザビ家滅亡。12月31日ジオン公国完全崩壊。宇宙世紀80年1月終戦。1月1日地球連邦政府とジオン残存勢力が終戦協定を締結。1年戦争終結。総括。1年戦争は戦争の常識を変えた歴史的大戦。モビルスーツによる戦術変化、コロニー落とし、核兵器の使用など人類史上最大規模の戦争となる。戦争による死者数は約50億人に達し、人類の歴史上最も多くの犠牲者を出す。地球環境も深刻なダメージを受け、復興には長い時間を要する。戦後、新たな構想が続く。連邦軍とジオン残党の対立は終わらず、グリプス戦役や第二次ネオジオン戦争へと続いていく。単に壮絶な戦争であったにとどまらず、ニュータイプの出現など大きな歴史の転換点となる事件であった。チャンネル登録、高評価お願いします。